はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日は華やかな酸味とフルーティーな香りで有名なケニアコーヒーについてご紹介していきたいと思います。まずケニアという国がどんな国なのかっていうのを説明していきたいと思います。ケニアはアフリカ大陸の東側、赤道直下にある国です。面積は58万平方キロメートルで、日本の約 1.5 倍ですね。で、人口はおよそ5400万人。で、多様な民族と文化が共存しているそうです。で、ケニアと聞くと、多くの人はサバンナやマサイ族、野生動物がたくさんいるという国のイメージがあると思います。実際に国立公園や保護区が多く、ライオン、ゾウ、キリンなどの大型動物がたくさん暮らしていて、観光資源としても有名です。一方、ケニアでは東アフリカの経済の中心地でもあるそうですね。首都のナイロビは金融や貿易の拠点で、石油商品や紅茶、そしてコーヒーなどの農産物を世界中に輸出しています。この豊かな自然と経済活動の両面がケニアの大きな魅力ですね。はい、続いてコーヒーの歴史を紐解いていくんですけども、ケニアにコーヒーが伝わったのは19世紀後半、具体的には1890年代のことですね。発祥地のエチオピアがすぐ隣にあるんですけども、そのエチオピアは16世紀にはもうすでに商業的な栽培が行われていたんですけども、それからおよそ300年以上になってからようやくケニアの方に伝わったというふうに言われています。その理由の一つとしては、古くからコーヒーの交易のルートがヨーロッパ方面に行くことから、位置的にケニアがエチオピアの南側にあったということで、回ってこなかったというようなイメージですね。もう一つの理由としては、19世紀後半までケニアでは自給自足な農業が中心的で、外国人による商業農業が行われていなかったということがあります。で、転機になったのがイギリスによる植民地統治が始まったこと。これがきっかけで輸出向けの農作物としてコーヒーが導入されて、1900年代初頭から本格的に栽培が始まったということですね。さらに1920年代には農協制度やオークション制度が整備され、小規模農家が丁寧に育てた高品質なコーヒーが世界中に輸出するようになりました。こうしてケニアは今では世界的に高い評価のスペシャリティコーヒーの産地として知られるようになりました。はい。僕もケニアコーヒーは好きな部類ではあるんですけども、酸味が他の国の酸味と比べて段違いでフレッシュというか爽やかな感じがするんですね。ケニアコーヒーの最大の魅力としてはその明るい酸味とジューシーな果実感と言われています。主な品種は SL の28と SL の34が多いですけども、近年ではルイル11やバティアンなども見られているそうです。僕はなかなか見てないんですけども、ほとんどが SL28 と SL34 ですね。ケニアコーヒーで一番大きな特徴というのが精製方法なんですけども、通常のウォッシュドは皮と果肉を剥いだ状態で発酵槽で分解した後、一度水で洗い流します。ただ、ケニア式ではその皮と果肉を剥いだ後、発酵槽で一度発酵させ、その後、流水とかで水洗いして、さらにもう一度水につけて、2回発酵させて、もう一度洗います。なので、この2度の発酵と洗浄により、雑味の原因になる不純物が徹底的に除かれて、非常にクリーンで透き通った味わいになります。で、ケニアではウォッシュドと呼ばれる精製方法が多くあるんですけども、それは年間を通じて雨がすごく多くて豊富な水源があるためです。水をたくさん使う精製方法でも安定して行える環境があるっていうのがですね。逆に言えば雨が多い環境なのでナチュラル精製がとても珍しいですね。見かけたら一度味わってみるのも2の楽しみ方かもしれません。ケニアのウォッシュド以外の精製方法は本当に少ないと思います。で、じゃあなんでその2度発酵させると酸味がしっかりと引き出されるか。理由は発
酵の過程で豆の表面に残った糖分、成分が微生物によって分解されて有機酸、酸味の元となる成分ですね、が多く生成されるというのが酸味が引き出される原因です。これはキムチやヨーグルトと同じ感覚で発酵が進むにつれて酸味が強くなる仕組みです。例えば酸味が強めのキムチが好きな方は自家製キムチ、僕もたまに作ってるんですけども、自家製キムチを作るときにすぐに冷蔵庫に入れるのではなくて、常温で発酵させると発酵がより促進されて、より韓国寄りのというか十分に発酵がされているからかなと僕は思ってて、より酸味が際立っている韓国寄りのキムチになると思います。なので発酵時間が長いコーヒー豆っていうのは酸味がとても際立つようなコーヒー豆というふうに言えますね。で、さらにコーヒー豆はもともと果実なのでフルーツ由来のその酸味をもともと持っています。で、そのケニア式の2度発酵というのはもともとの酸味をよりクリアに際立たせるようなイメージですね。なので柑橘系の酸味が多いと思うんですけども、柑橘系の酸味が好きな方にはたまらないコーヒーですけども、酸味が苦手な方は少し強く感じるかもしれませんので、酸味が苦手な方はケニアコーヒーは特に気をつけてください。それでも一度飲んでみて自分の好き嫌いっていうのをはっきりさせることをお勧めしております。ケニアにもたくさんの産地エリアがあるんですけども、一つがニエリ地方ですね。で、ここは明るく鮮やかな酸味と赤い果実の香りが際立っています。キリニャが華やかでフローラルな香りとしっかりとした甘みのバランスが特徴ですね。で、ムランガというところは酸味がしっかりあり、さらにコクも感じられる力強い風味が魅力的。最後にキアンプというところは落ち着いた酸味としっかりとしたボディ感があり、酸味が苦手な方でも飲みやすい傾向があるそうです。僕は酸味が結構好きな方なんで、ニエリ地方のものをよく仕入れて飲んではいるんですけども、こういった産地の特徴を知っておくと、ケニアコーヒーを選ぶときに自分好みの味に出会いやすくなると思います。これらの地域が有名な理由としては、標高が高く、火山性の土壌で昼夜の寒暖差があって、で豊富な降水量といったコーヒー栽培に理想的な条件が揃っているから美味しく育て上げられるところに多く集中するっていうのが自然な摂理だと思うんで、さらにそのケニアでは農協制度が発達してより小規模農家が丁寧に栽培された豆を集められて厳しい品質管理を得て出荷されるため世界的に評価の高いコーヒーが多く生まれているそうです。これはエチオピアと同じようなやり方というか、小規模の農家さんが小規模、もしくは家庭で栽培したものを買い取ってみたいな形で農協が買い取って一括で生成などをしているようなイメージですかね。コーヒー豆を買うときに、カッピングコメントと言われるこのコーヒー豆はこういった風味がありますよというふうなことが記載されているんですけども、そのカッピングコメントについて少し補足をしていきます。カッピングコメントとは、そのコーヒーの香りや味わいを表現した言葉なんですけども、これはあくまでも参考程度に捉えてください。なぜなら、そのコメントを書いた人の主観的な感想になりやすいので、感じ方は人によって異なるからですね。例えば、その柑橘系の風味表現が書かれているとします。でもオレンジの味があるというよりかは、オレンジに似た香り、味ではなくて香りが感じてたりとかするっていうのもあるんですね。で、そういったものを全く感じない方はもちろんいますし、で、焙煎度合いや焙煎の方法や抽出する方法によっても変わってくるので、味の方向性を見る目安として、参考程度に見てもらったらいいかなと思います。はい。で、今回は試飲をしていきたいと思うんですけども、ケニアのニエリ地方のアサリエビと、品種は SL28 と SL34 の生成方法はケニア式ウォッシュですね。レモンや柑橘の香りで、梅や黒糖を思わせる甘い繊細な余韻が特徴と言われています。で、実際に入れていきたいと思います。エチオピアなんかの豆に比べると、サイズが大きいものが優秀というか、より良いものと言われていますので、その名前の、例えば AA とか見ても
のは、基本的なサイズが大きい豆のことを AA と呼んでいます。で、B がそれより少しちっちゃいんですけども、AB というのはその A と B が混ざったようないいものですよっていう感じですね。こっちがケニアの豆で、こっちがエチオピアの豆です。ね。はい、出ました。ケニアは国の名前で、ニエリア地方の名前で、アサリというのが蜂蜜というような意味があるんですけども、蜂蜜を思わせるような甘い香りあるというようなネーミングになってますね。口に含むと酸味がすごい前面に出てくるというか、酸っぱいものを口にした時って、口の中がキューッとしぼむというか、そんな表現の方がわかりやすいかな。そういう感覚があると思うんですけども、そういうのが感じやすいのがケニアコーヒーと思います。この後に甘みっていうのが喉の奥の方に残るような感覚が続きますね。コーヒーって温かいうちと冷めた時って味が劇的に変化するコーヒーが結構多いです。スペシャリティコーヒーが多いというよりかは浅入りが多いかな。浅入りがそういうのが多いですね。なので冷めるとより爽やか、酸味が前面的に出るような感じになるので、ホットで飲むのとアイスで飲むのでは味わい方が変わってくると思います。はい、それではね、まとめに入っていきたいと思うんですけども、まずはケニアコーヒーが伝わったのは結構後の方、エチオピアで本格的に栽培されるより300年後に本格的な栽培が開始されました。エチオピアと同じように小規模農家さんがたくさんいてて、農協が管理しているというような感じですね。東アフリカの経済的中心であるということも僕も調べて分かりました。で、最大の特徴はケニア式のウォッシュドが一番の特徴で、普通のウォッシュドの場合、一度発酵するだけなんですけども、二度発酵することで、よりクリーンで、より豆に持っている爽やかな酸味をより引き出すような生成方法をやっております。ケニアという環境の豊富な水源がなせる技でもあると思います。味の特徴としては、レモンや柑橘系とか梅なんかを思わせるような味わいが多いと思います。なので、酸味が苦手な方は気をつけてください。でも、ぜひ試してください。飲んでみないと、自分が本当に好きか嫌いかっていうのは分からないと思っているので、ぜひいろんなコーヒーを試してもらったらいいなと僕は思ってます。本日は以上となります。これからもいろんなコーヒーを楽しんでください。ではまた。もし、この動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そして、チャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。